本日のデモの注意点だけ先に説明させていただきます。みんなで安心しながらこの場を共有するためにグランドルールを設けています。会を始める前にまずお伝えさせてください。差別は禁止です。ジェンダー、セクシャリティ、人種、話す言葉、出身地、障害の有無、年齢、雇用状況などによる差別的発言、差別的な取り扱いを禁止します。ジェンダーや国籍などで相手のことを決めつけるのはやめてください。見た目で判断するのをやめましょう。しんどくなったり辛くなったりしたら休んでください。今日は比較的暖かいですが、この後も冷え込むかもしれないので、寒くなってきたりしたら無理せずにお帰りになったり座ったりとかして休んでください。何か困ったことがあったら声かけ、し合えればと思います。スタッフの腕章をつけているスタッフが周りにいると思うので、声かけていただければと思います。また、ここは歩道なので通行人の方が通ることがあります。点字ブロック等を開けていただいて、通る方がいたら気をつけて開けてあげるようにしてください。ご協力お願いします。国会前にお集まりの皆さん、お疲れ様です。大変お待たせしました。これよりさよなら自民党政治裏金議員の説明責任を問う国会前緊急行動を始めます。本日の主催は We Want Our Future です。We Want Our Future は公正な社会や政治を目指して行動する市民のグループです。私たちは昨年末にも国会正門前や首相官邸前にて岸田政権の退陣を求めて抗議集会を行ってきました。この緊急行動は皆さん一人一人が参加者で、今日はチューズライフプロジェクトで配信もされているんですが、それを、見てくださっている皆さんも参加者です。皆さんが主催者でもあります。安心しながらこの場を共有するために、先ほど申し上げたルールを守ることに協力していただければと思います。今回は後半でオープンマイクも用意しています。どなたでも話したいことを話せます。一言でも構いません。迷っている方もぜひ気軽に声かけて前に出てきていただければ嬉しいです。先ほど申し上げた通り、本日の緊急行動の様子はチューズライフプロジェクトで中継されています。中継をご覧になっている皆さん、ぜひ一緒に声を上げながら参加してください。ツイッターのハッシュタグさよなら自民党政治で、ポストしていただければと思います。お願いが続いてしまい恐縮ですが、運営のためのカンパも、募っています。カンプ箱を持ったスタッフが、周りにいるので、もしよろしければ協力いただければ幸いです。自民党は令和6年度予算案の衆議院通過を急いで、昨日の夜に3月1日の今日に衆議院予算委員会で予算案を採決することを決めました。野党はこれを受けて、予算委員長が解任決議案を衆議院に提出しましたが、決議案は多数与党により否決されています。予算の審議時間は慣例の80時間に全く届いておらず、年度内の予算成立の日程的な余裕もあります。しかし自民党は予算案の強行採決をしようとしているのです。昨日の政治倫理審査会での裏金疑惑の説明も承知していませんの連発で、到底説明責任を果たそうとやる気は見えません。岸田政権の謝罪も単なるポーズと受け取られても仕方ないのではないでしょうか。心からお詫びといった翌日に強行採決をする、こんなことをする政治を誰が信頼できるのでしょうか。そもそも裏金議員たちはなぜ政治家を続けているのでしょうか。国会はまだ止まっていません。今日は岸田政権退陣を求める自民党さよならという私たち一人一人の声をさらに大きくするための緊急行動です。まずは皆さんで共に声を上げて国会前を温めていきたいと思います。コールからスタートしたいと思います。はい、こちらお願いします。こんばんは。今日は予算案が強行採決されてしまうということで、もう向こうに議員たちがいるということで、こんなに声の上げがいがあるデモはなかなかないんじゃないでしょうか。みんなで全力で声を上げて向こうにいる議員たちに声を届けましょう。そしたら行きます。裏金作る政治家いらない。市民に嘘つく政治家いらない。パーティーばっかの政治家いらない。説明できない政治家
いらない。脱税ばっかの政治家いらない。説明責任しっかり果たせ。裏金政権予算作るな。脱税しながら予算決めるな。説明できずに予算決めるな。予算の採決強行するな。説明責任しっかり果たせ。説明責任しっかり果たせ。市民は見てるぞ。うちらは見てるぞ。市民は見てるぞ。うちらは見てるぞ。人権守らぬ政治はいらない。虐殺無視する政治はいらない。戦争したがる政治はいらない。武器売り買いする政治はいらない。原発進める政治はいらない。万博進める政治もいらない。沖縄無視する政治はいらない。被災地無視する政治もいらない。性差別をする政治家いらない。世襲ばっかの政治はいらない。おじさんばっかの政治はいらない。市民は見てるぞ。うちらは見てるぞ。市民は見てるぞ。うちらは見てるぞ。政権交代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 。さよなら自民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 。今日も盛り上げていきましょう。ありがとうございます。それでは早速スピーチです。まず最初のスピーチは立憲民主党衆議院議員の枝野幸男さんです。お願いします。せっかくの金曜日の夜にもかかわらず、こうしてお集まりをいただいたり、ネット中継をご覧にいただいている皆さん、激励をいただいて本当にありがとうございます。先ほどご紹介あった通り、自民党は今日、予算案を強行採決をしようと試みました。最低でも例年80時間は衆議院で審議をするものを、昨日までで69時間、今日の7時間を仮に計算入れたとしても、76時間、過去2番目のでかい規模の予算にもかかわらず、そして議論しなければならない案件は例年以上にも大きいにもかかわらず、こんな暴挙は許すことができない。そんな思いで我々は今日の採決を阻止するために、小野寺予算委員長の解任決議を提出しました。残念ながら否決をされましたが、その趣旨弁明演説で我が党の山井議員が、私がそれまで衆議院の記録を持っていたんですが、フィリバスター2時間43分という記録を破る2時間56分だったでしょうかの演説をし、とりあえず今日中に採決をさせることは阻止いたしました。しかしなお、明日の未明深夜にも
採決をしようと現時点ではまだ与党は画策をしているようであります。ぜひ有権者市民の力でこの流れを食い止める、その後押しをお願い申し上げます。そもそも今回の裏金問題、これに対しての実態解明も責任追及も始まったばかりです。東京地検による最初の第1幕の捜査は一区切りついたかもしれません。でもロッキードもリクルートも金丸問題も事件が発覚してから決着まで年単位で時間を必要としています。今回の裏金問題はそれ以上かもしれないという大掛かりな問題です。まだ真相究明は始まったばかり、責任追及は始まったばかりだということを皆さんしっかりと共有しようじゃありませんか。政治倫理審査会、ようやく公開で出てきました。残念ながら正直に話してはいただけません。しかし今日私も質疑に立たせていただきましたが、例えば安倍派で一旦裏金にするのをやめる、そういう話をひっくり返す、その議論の中で個人のパーティーに上乗せすれば合法的だ、こういう提案があったと下村さんは記者会見で明確に喋りました。しかしながら今日出てきた安倍派の幹部はみんなそのことを否定しました。まさに同じ安倍派の幹部同士で違うこと言ってるんですから、どっちが正しいか証人喚問して喋ってもらうしかないじゃないですか。皆さん何を聞かなきゃならないのか、ようやくこの政治倫理審査会で分かり始めたところなんです。そして何といってもその裏金の扱いです。今日の質疑の中でも金庫の中に裏金が800万円超える、そんな裏金が国会の事務所の金庫に残っていた。それを今回裏金問題が明らかになって収支報告書を修正するにあたっては、なんとそのうち500万円1年間で、しかもみんな飲食で高級フランス料理屋や高級料亭の領収書がなぜか突然出てきてここに使ったんですと説明してるんですよ。本当ですか？なんで突然そんなに領収書出てくるんですか？いや、領収書出てきたとしても本当にそれは政治活動資金なんですか？家族で食べに行ったのとどう区別ついてるんですか？遊興費とどう区別ついてるんですか？2年も3年前の領収書をちゃんと説明してもらわなければ、3年前には政治活動では資金じゃない言って計上していなかった金が3年経って追及されたら政治資金でした。これバレないであと3年5年10年経ったどうなってたんですかと私は問いたい。しっかりと2年前には政治資金じゃなかったんだから、本来その時点で所得税を納めてもらわなければならないお金だった。こんなことについてどう政治資金だったのかろくな説明もできない、そんな状況で今確定申告、納税者の皆さん納得できるはずがないじゃないですか。始まったばかりです。しっかりと全貌を明らかにしてしっかりと責任を取らせる、こんな真っ当な政治を皆さん取り戻そうではありませんか。私たちも国会の中でさらに頑張ります。でも残念ながら今国会の中では我々は少数です。有権者の皆さんの、納税者の皆さんの、市民の皆さんの力こそが全貌を明らかにさせ、
脱税を許さず、裏金を許さずというまっとうな政治を作る源です。ぜひ皆さんの力を私たちに貸してください。私たちと共にまっとうな政治を取り戻しましょう。自民党政治とさよならしましょう。私たちも頑張ります。最後までよろしくお願いいたします。ありがとうございました。枝野さんで枝野幸男さんでした。ありがとうございました。ちょっと歩道が空いてなくなってしまったので、左側の、私から向かって右側の歩道、特に開けていただけますか？そちら側も歩道確保に協力いただければと思います。じゃあ続いて、大学生の白坂梨沙さんです。お願いします。白坂梨沙と言います。今、慶応義塾大学の総合哲学部の1年生で、今度2年生になる年です。で、私は、なんかツイッターでちょっとバズったことがあって、ちょっといくらでもではないんですけど、肩書きをつけようと思えばちょっと言えるんですけど、このスピーチでは、19歳の大学1年生としてお話しさせていただきたいと思います。ちょっと、枝野さんの後でちょっとなんか緊張してるんですけど、よろしくお願いします。私は今までなんかツイッターを中心に、いわゆるリベラルって言われている界隈で結構発信活動を行ってきたんですけど、最近はちょっといろいろ思うところがあって、発信活動をちょっと制限してたんですね。で、それで、ニュースとか政治とかからちょっとだけ離れて、友達とかと遊んだりしてたんですけれども、そんな中でも、どんな場面においても、物価の上昇は感じるし、広告にも、どんどん抑制されようとしているような、その節制だったりとか、すごく、貧しい感じを、感じていて、これは私が生まれた2004年から、ずっとそうなのかもしれないんですけれども、で、感じていて、テレビをつければニュースで大臣が明らかに情けないような、発言をしていたりとか、明らかにっていうのは雰囲気的に見てわかるよねっていう感じで、なのと、あと、岸田総理は、なんていうのかな、何言ってるのか相変わらずわからないし、政治から少し離れていても、明らかにちょっと違うよねっていうか、ちょっと交代しても良くないっていうのは、分かって、きました。で、私は今、大学の自治問題に特に関心があって、とりわけ、大学の縦看問題に、取り組んでいて、慶応義塾大学で縦看同好会っていうのを作って、今活動しているわけなんですけれども、縦看になんで興味があるのかっていうと、私は、学生、今の日本のこの政治的無関心であったりとか、意見することがためらわれるような空気感、この固定化された空気感って、学生運動の負の歴史っていうのも、というのも暴力事件があったりして、そういったものをそういったものの歴史を、歴史を、引きずっていて、そこから、政治に対して何か意見するであったりとか、政治に対して何か学生が主張するってなると、ちょっと引いてしまうような雰囲気が、暴力事件沙汰があったことから始まっていたのかなと思っていて、で、この学生運動の問題っていうのを、ちゃんと明らかにしていくっていうことが、日本の政治的な無関心の空気感だったりとか、思想が強いって言って、何か意見することを、残り30秒の、ためらうような雰囲気につながっているかなと思っているので、私は、縦看板から、日本の空気感を変えられるんじゃないかなってちょっと希望を持ってるんですけれども、自民党の政治はまさにそういった縦看板であったりとか大学自治っていうのを
もう脅かすというか、もうやめようとする、一番の、要因だと思っていて、特に国際卓越研究大学のことであったりとかっていうものがそうだと思うんですけども、なので私は個人としてこの自民党政治を終わらせて、違う新しい政治に持っていきたいなっていうふうに思っています。以上です。白坂梨沙さんでした。ありがとうございました。続いて、高校生の二本木義友さんです。二本木さん。よろしくお願いします。すみません、ちょっと、この順番がちょっと変更があって、手間取っちゃったんですけど、よろしくお願いします。こんにちは。はじめまして。日本義友と申します。私は今、18歳の高校生、ついこの前、選挙権を持ったばかりの、一市民です。突然ですが、少し昔の話をしたいと思います。私が小学校に入学した頃の4月には、の話なんですけど、桜が綺麗に4月なんですけど咲いてました。しかし、その6年後には、卒業する3月に、桜が綺麗に咲いていました。たったの6年間で桜が早く咲くようになり、つまり気候変動は進んでしまったのです。そんな深刻に進行する気候変動の中で、私は気候危機をどうにかしたいと考えて、FF Fridays for Future という若者ムーブメントで気候危機問題について声を上げるようになりました。そこで、ここに来ている皆さん、そして先ほど、そしてこれからスピーチをする国会議員の皆さん、そしてこの周辺で幅を利かせている自民党議員の皆さんに、私は若者として伝えたいことがあります。政治家は大人なのに子供よりひどい間違いをしています。気候危機は深刻化しているのに、そしてするのが分かっていたのに、なぜ対策をしてこなかったの？そしてなぜ今すぐに対策をしないの？こう聞くと政府自民党の皆さんはこう言うでしょう。対策はやっていますよ。残念ながらこの答えは不正解のようです。2030年に再エネをたったの 20% 導入して、石炭や石油、天然ガスなどの化石燃料をどうにかして延命させようとする政府の方策は、科学的に気候危機を解決する対策ではありません。もはやこれは対策をやっていないに等しいのです。こんな適当な対策、いや対策ではない無策な政策をやる自民党は本当に私たちのことを思って政治をしているのでしょうか。そんな奴らが権力を握っています。本来気候危機対策や福祉など私たちの明日のために使うべき税金を無駄にし、ありえない参加費のパーティーで裏金作りに励み、その金は納税せず、つまり税金を盗み、さらに無策で私たちの未来すら盗んでいます。そんな今こそ私たちの力、市民の力で自民党を倒す時です。最後に皆さんに問いかけ言います。若者の、そして私たちの明日を考えない大人の政治家たちになぜ従わなきゃいけないんですか？よくもまあそんな政治ができますね、自民党。ありがとうございました。日本義義友さんでした。続いて、東京大学教授、教育社会学者の本田由紀さん、お願いします。こんばんは。社会学の手法を使って教育や仕事や家族の研究をしております本田由紀と申します。ですね、今日
見てくださってる方もいらっしゃるかもしれませんが、ツイッターでですね、日頃ですね、腹が立ったことを、いろいろこう書いたりしているわけですけれども、今日は機会をいただきまして、ぜひ口頭で、この怒りをぶつけたいと思って、こちらに伺わせていただきました。もっか、本当政倫審も開かれていますけれども、この裏金問題、本当にひどいですね。金を手に入れるやり方も、明らかになってませんけれども、それを使うやり方も、すべて闇の中でひどい。で、手に入れるときにはですね、パー券とかいうやり方で、企業からですね、金をせしめて、で、せしめるだけであれば、それはカツアゲですし、せしめた金の代わりに便宜を供与するのであれば、これは癒着ですよね。そういう一部の金を払う企業の求めることだけを実現する、そういう、政界と財界の癒着ということの温床になってるわけです、パー券は。パー券だけではない。なんとかなんとか費っていうのがいっぱいあって覚えられないんですけれども、田んぼ機密費とかですね、ものすごい額の、もう目ん玉が飛び出るほどの額を、ダブダブ、全く人を明らかにしないで使うことができている。本当に何に使ったかわからない。絶対に言おうとしない。これからだんだん明らかになっていくかもしれませんけれども、インフルエンサーとやらに配ったのか、マスメディアに配ったのか、様々な、自分の選挙区のですね、いろんな人にお金を回したのか、しかしありえないほどの、多額のお金がですね、使われているわけです。こういう汚い金を手に入れて、汚い金の使い方をする、手に入れて使うというぐるぐるの中で、彼らは自分たちの権力をずっと維持してきたわけです。さらに、そちらに確か看板がありましたけれども、カルトという言葉がありますが、旧統一教会だってですね、選挙をお助けしてあげますから、この政策協定にサインしてくださいといったようなですね、やはり持ちつ持たれつの、その政策協定の中身ご覧になりましたか？多くの方はご覧だったと思いますけれども、はぁっていうようなことに入ってサインして、そして選挙に応援してもらってる。これで自分たちの地位を維持してきたのが自民党です。許しがたい。権力を維持するやり方が許しがたいんですけれども、権力をそうやって獲得した後にやってきたこともさらに許しがたい。私の研究テーマに関連することで言えばですね、特に家族と教育に関して、彼らは一体何がしたいんだと思うようなことをですね、人々の目から見ればですね、そういうことをやり続けていると。選択的夫婦別姓っていう他の多くの国で導入されて普通に回ってることすら、家族は壊れるだなんだらって導入しない。で、同性婚も導入しない。で、今目下ですね、共同親権っていう DV をやった人がいつまでも離婚した後も DV できるようなやり方を導入しようとしている。家族を彼らの頭の中の妄想でこれが素晴らしい家族みたいなものを描きながら、それに沿わないものを叩き潰してきたんです。これは人々の切ない、好きな人と一緒に暮らしたい、なんとか命と生活を守りたい、子供もできれば作りたいっていうところ、そういう気持ちを踏みにじるようなことばかりやってきたんです。もう一つは教育です。小中高校教育もそうですけれども、大学教育もそうですけれども、ひどい、公教育費質がものすごく少ない、ものすごく節約されている。それは結局のところ、小中高校ではですね、教員のものすごい、もう、心身を病み、亡くなるほど、人が出るほどの、負担の、もうギリギリ、もう持たないようなところまでに至っているわけですね。教育だけじゃないです。保育もそうです。あと、教育の延長線上にある大学についてもですね、さっき大学について触れた方いらっしゃいますけれども、12月に通ってしまった国立大学法の、を変えてしまう法律、あれは、大規模な国立大学に政財界が汚い手を直接突っ込めるようにするための運営方針会議というのを作れるようにしたというひどいものでした。あと他にも介護の方々もそうですし、保育の方々もそうです。人を大事にし、ケアし、生きていけるようにするための仕事を踏みにじり、そういう人々の生活を全く無視して自分たちの私利私欲、権力欲だけを維持しようとしてきたのが自民党です。もううんざりだ。出ていけ。私たちは好きな人と一緒に暮らして安心して子供を産んで、子供たちは好きなことを勉強し、ちゃんと生活できて、そして安心して高齢者になっても過ごしていくことができる、そういう平凡なことをやりたいだけなんです。それを全部壊している。全部壊してるんです。壊すどころか、いろんな
いわゆる苦しい立場に置かれている人たちに対するヘイトや差別を吹き散らしまくっている。何なんだい。およそ権力の座に座るに値しない人間がずっと座り続けているんです。もういい加減どいてもらいたい。今かつてなくですね揺らぐ状態にあると思います。裏金問題というのはその大きな契機になりました。ぜひこれをきっかけにして皆さんの怒りをさまざまな形でぶつけて本当にさようなら自民党政治に持っていきたい。どうかよろしくお願いします。本田由紀さんでした。ありがとうございました。さて、この後ホールに入りたいんですが、すいません、歩道を確保するようにお願いします。ちょっと、舞台の向かって右側、そちらの側の気をつけていただければと思います。あと、カンパのお願いです。カンパボックスを持っているスタッフが近くにいましたら、もしよろしければご協力いただければ幸いです。あとですね、先ほども案内したんですけど、プラカードをかけるように、前に段ボールとペンがあります。メッセージを、ただ立っているだけだけど、メッセージを、持ちながら立ちたいっていう方は、もしよろしければ、書いてみてください。また、X や、YouTube の配信のコメントなどを、こちらの後ろに貼り出しています。ちょっと見えないかもしれませんが、ハッシュタグとかでつけていただけたら、こちらで拾って貼っていくようにしたいと思います。さて、ではまたコールをして、この場を温めていきましょう。お願いします。皆さん、いろんな方のスピーチを聞いてもっと怒りをコールにしたいという気持ちが高まってきてるんじゃないでしょうか。裏金作る政治家いらない。説明できない政治家いらない。脱税ばっかの政治家いらない。裏金説明した気になるな。裏金説明した気になるな。説明責任しっかり果たせ。説明責任しっかり果たせ。裏金政権予算作るな。脱税しながら予算作るな。説明できずに予算決めるな。脱税しながら増税するな。増税しながら脱税するな。予算の強行採決するな。予算の強行採決するな。市民は見てるぞ。うちらは見てるぞ。市民が見てるぞ。うちらは見てるぞ。未来を守る政治が欲しい。市民を守る政治が欲しい。子供を守る政治が欲しい。停戦求める政治が欲しい。お金にくらまぬ政治が欲しい。声聞いてくれる政治が欲しい。まともな心の政治が欲しい。政権変えよう。政権変えよう。
っていきましょさあ、続いてスピーチです。社民党党首、福島みずほさん、お願いします。どうも皆さんこんばんは。紹介していただきました社民党党首参議院議員福島みずほです。さようならさようなら自民党政治、それを一緒に実現していこうではありませんか。今政治倫理審査会の最中、それと並行して衆議院の予算委員会が行われています。岸田首相、昨日ちったを説明しなかったじゃないですか。報告書の通りだとしか言いません。今日塩谷さんや皆さんたちももうぐじゃぐじゃ、自民党の証言がそれぞれ矛盾しています。で、こんな政倫審でまだまだ明らかにしていないのに、予算案を衆議院で可決しようなんて、皆さんどうですか。ずうずうしいにも程があると思いませんか。今の自民党に予算案を成立させる資格などない、可決する資格などないと思いますが、どうですか。現在夜中未明までかけて明日の朝にでも可決するんじゃないか、可決しようとしています。そして月曜日、まさに参議院予算委員会なんてやれないじゃないですか。参議院で本当に予算案審議できるんでしょうか。自民党ずうずうしいにも程がある軍拡の予算案成立させる資格などありません。そしてこんなにガッタガタの自民党ですが、政府は例えばセキュリティクリアランス法案国会に出しています。これ何か、何が秘密か、それは秘密です。秘密保護法、秘密がわからないんですよ。これを公務員が主体だったのが対象民間にします。民間企業で働く人たちの適正評価をなんと総理大臣が行う、そういうものです。総理大臣がやるんですよ。民間人のまさに身辺調査をやっていく。どうですか。秘密を勝手に指定して、この人たちの適正評価、総理大臣がそのもとに調査部門を作ってやる。皆さんどうですか。安倍首相が、菅首相が、岸田首相が悪用しないという保証などないではないですか。私たちはこんな身元調査の法案、こんなのいらないです。国民葬身元調査の法案などいりません。そしてなんでこんなことをやるのか。軍事研究のためじゃないですか。いろんな国と軍事の産業をやろうとするためじゃないですか。ミサイルの輸出する、そして戦闘機を輸出する、殺傷能力のある武器を輸出する、そのための適正評価をやろうとしている。皆さん、武器を売って金儲け、こんな社会を拒否していこうではありませんか。戦争のための教育、戦争のための研究、戦争のための大学、戦争のための軍事産業、どうですか。裏金問題は経団連や大企業、自分たちのスポンサーのためだけに政治をやっているということを明らかにしたのではないでしょうか。こんな政治いりません。国民の苦しみや国民の痛みや国民のための政治をやらない自民党には退陣してもらおうではありませんか。有権者がまさに立ち上がって自民党政治を変える時です。ずうずうしいにも程がある。自分たちは裏金問題なのに軍拡の予算とひどい法案もやろうとしている。岸田さん、憲法改正まだ言ってるじゃないですか。4月にアメリカで国賓級の待遇だと施政方針で言いました。どうですか。
毎日新聞にこんな川柳が載っていました。国賓って呼ばれるほどの武器を買う。勝手に買うな。どうですか？こんな政治を終わらせていこうではありませんか。未来を作ろう。一緒に頑張ります。ありがとうございます。ありがとうございます。岸野美穂さんでした。続いてフォトグラファーの松本正直さんです。お願いします。皆さんこんばんは。寒い中集まって自民党政治を一緒に潰しましょう。まあ皆さんも怒ってくれてるんで、そうですね、僕からは一緒にみんなで自民党を潰すためのことを投げかけたいと思います。そうですね、日本ってものすごく議論を避けて政治の話はするなって言うじゃないですか。でももしかしてそれって民主主義を育つのをビビってる社会主義の今の政治家たちが言ってんじゃねえかなって思うんですよ。でもちろんそういう話するのものすごい難しいと思うんですよ。みんな同調圧力とかそういう空気とかすごい感じるじゃないですか。で、今配信見てる人とか、もし今ここに来れない人とか、どうしよう私も参加したいなと思ってる人、ぜひここに来てください。デモに参加してください。そうすると、みんなここにいる人たち、みんな自民党のことを潰したくて、ちゃんとした社会にしたくて、もうみんな分かってるでしょ。自民党が嘘ついてて犯罪者集団の国民全員も分かってるんですよ。でもそれが、ルール上うまくあいつらを、捕まえてくれる人たちもいなかったりするんで、みんなで民主主義を育てることが多分あいつら一番ビビってて、ここのデモに今ね、何人いるかわかんないですけど、すごいたくさん若い人から老若男女いると思うんですけど、たくさん人が集まってくれて、僕も12月に初めてここに来たんですけど、今日何人か友達来てくれました。それをみんなで少しずつやっていけば、どんどん人増やせると思うんですよ。なんで、みんなで行動しましょう。で、もう一つ言いたいのは、自民党ってやっぱりお金大好きでお金を蓄えてみんな僕らに対して嫌なことどんどんやるじゃないですか。なので僕から言いたいのは自民党献金企業不買運動っていうのをみんなでやろうと思うんですよ。そうすると今僕なんかビールとかお酒好きなんですけど、桜のを見る会で種類を無償提供した企業あるじゃないですか。皆さん知ってますよね。それとかもう絶対買わないんですよ。飲んだら嘘つきになっちゃったりとか裏金取っちゃったりしそうじゃないですか。なんでそういう企業をググればすぐ出てくるんですよ。だし、あとは、皆さん、原発いらなくないですか？いらないですよね。原発いらなかったら、今、再エネ 100% の電力を使わせてくれるいい企業さんもいるんですよ。そうやって、いろんないい企業さん、そして普段の、投票がないと行動できないっていう人いると思うんですけど、普段の買い物、普段の選択って投票なんですよ。自民党に関わる企業に関わらないことがみんなでできること、それをみんなが、自民党が嫌がることだと思うんで、みんなで考えて頭使って自民党議員もうしょうもない奴らじゃないですか。あいつらより多分ここにいる人たちの方がね数倍いいと思うんですよ。なんでみんなでアイディア出し合ってみんなで自民党政治を終わらせましょう。歴史を変えましょう。一緒に平和を勝ち取りましょう。こんな感じですかね。はいですね。なんで僕もここに来て写真撮るようになったんですけど、それはここで戦ってる人たち、デモしてる人たちの美しさを広めたいと思ったんで、ぜひ僕の写真も全然使ってもらっていいんで、みんなで SNS で広めて自民党不買運動をして、歴史を変えましょう。ラブ&ピース、ありがとうございました。頑張りましょう。松本正直さんでした。何度もすいません。点字ブロックと歩道をなるべく開けるように、気をつけてください。前の方にね、どんどん来ちゃうと思うんですけど、スピーチが終わるごとにちょっと気をつけていただければと思います。では、ここでまたコールをしていきましょう。稲子さん、お願いします。いや、マジで、めちゃくちゃイカれてると思いません？皆さん。マジやばいですよね。本当に。もう、とっくの前からかもしれないですけど、もうめちゃくちゃイカれてるんですよ。で、それを、やっぱり、あそこにふんぞり返ってるやつらに一番分からせるべきだと俺思うんですよね。
いきます。国民なめんな、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 岸田内閣今すぐ退陣、岸田内閣今すぐ退陣、岸田内閣今すぐやめろ、岸田内閣今すぐやめろ、裏金議員は説明しろよ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 、さよなら自民党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 、国民なめんな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 、市民を守らぬ政治はいらない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 、さよなら自民党、さよなら自民党、俺らで帰るぞ、俺らで帰るぞ、さよなら自民党、さよなら自民党、みんなで帰るぞ、みんなで帰るぞ、国民なめんな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 、裏金議員は説明しろよ、裏金議員は説明し、裏金議員は説明しろよ、裏金議員は説明しろよ、さよなら自民党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 、国民なめんな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 、市民を守らぬ政治はいらない、市民を守らぬ政治はいらない、岸田内閣今すぐ退陣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 、市民を守らぬ政治はいらない、市民を守らぬ政治はいらない。お疲れ様でした。
ありがとうございます。続いて、日本共産党参議院議員、山添拓さんによるスピーチです。お願いします。皆さんこんばんは。日本共産党の山添拓です。今日は伊藤岳参議院議員と一緒に来ています。持ち時間の範囲でちょっと一言述べていただこうと思います。皆さんこんばんは。伊藤岳です。明日発売の新聞赤旗日曜版で、また新たな裏金議員発覚したことをスクープしました。井上という元万博大臣です。組織的犯罪の全容まだ全然分かってない。この自民党さよなら、皆さんご一緒に声を上げていこうじゃありませんか。今日皆さんが国会前で、さよなら自民党、国民なめんなと一緒に声を上げて、この政治変えようと訴えていることに、心から敬意を表したいと思います。この数日間の国会の動きは、とりわけ異常じゃないでしょうか。岸田首相が現職の総理として初めて政治倫理審査会に出てきました。ところが語ったことは、自民党の聞き取りの報告書の範囲を一本も出ないものです。安倍派だけで5年で6億近く、その裏金をいつ誰がなぜ作り始めて何に使ったのか、報告書でわからないと言ってることは、わからないままなんだと言っています。一体何のために出てきたんでしょうか。森元会長など、知ってる人に確認すべきじゃないか。こう聞かれても、やろうともしない。真相解明の意思すら感じられないじゃありませんか。今日午前中西村さん、政治倫理審査会出てきました。やっぱり、まともに調べようとしていない。事務局長と会長の案件だと言っているのが、安倍派の皆さんです。だったら元会長や事務局長に聞いてみたらいいじゃないですか。ところが聞かない。いや、自分が聞いたら、口裏合わせと言われかねないから、第三者的な人に聞いてもらった方がいい。こういうことも言っています。そういうなら、国会の場に、森さんにも、事務局長にも出てきていただいて、洗いざらい語っていただこうじゃありませんか。政倫審というのはもともと、党の疑惑を持たれたと言って、議員が弁明をする、申し開きをするための場です。ですからそもそも限界があると思います。そのことが今いよいよ明らかになっています。だったら皆さん、やっぱり国会の場に、関係する議員も、派閥の関係者も、みんな出てきていただいて、証人喚問で、嘘をついたら罪に問われる、こういう場で語っていただこうじゃありませんか。私はそのためにも、予算委員会など、徹底審議が必要だと思います。ところが、この予算審議を終わらせる、勝手に予算委員会も本会議も、職権でセットして、採決までしてしまおうという、夜通しやろうとしています。異常なことじゃないでしょうか。疑惑に対して、まともに説明責任を果たそうともしない。真相解明にも背を向ける。そして言ってることは、能登半島地震の支援のための予算があるから、とにかく通せと言うんです。これは皆さん、災者の支援を口実にして、疑惑隠しを図ろうとする、被災地も、国民も、愚弄するものじゃないでしょうか。私はやっぱりこういう政治、このままにしておいちゃいけないと思います。地震の被災者の支援、まともにやる政治にしなくちゃいけません。物価高騰の下で、ちゃんと賃上げをさせる。政治の責任を果たさせなくちゃいけない。消費税下げなくちゃいけない。大軍拡やってる場合じゃない。世界に対して戦争をやめようと、まともに働きかける政治にしなくちゃいけないと思います。そのためには、今日も枝野さんお話になりました。福島さんもお話になった。野党は力を合わせなくちゃいけないと思います。みんなで力を合わせて、この自民党政治、
本当にさよならさせるところまでご一緒に頑張りましょう。ありがとうございます。山添拓さんでした。ありがとうございます。続いて、人権 NGO 市民外交センター共同代表で、社会運動家の上村秀明さんのスピーチです。お願いします。皆さん、こんばんは。今回ですね、発言の機会いただきます。大変ありがとうございます。この寒い時にですね、ちょっと今日は高いですけども、お集まりになった皆さん、それからスタッフの皆さん、それから、警備の方たちも本当ご苦労様です。なんか、ちょっと腕章見たら警視庁って書いてあったんで、ちょっと近くてよかったなっていうふうなですね、ことを思って、しまいました。で、私は、人権のことをやってるんですけども、ちょっと皆さんにはですね、馴染みは薄いと思いますが、先住民族の権利っていうのをやっています。アイヌ民族とか琉球民族の権利をですね、40年間やってまいりました。で、つい、最近も22日から26日まで、北海道にちょっと調査を兼ねて行ってたんですけども、28日の日にですね、札幌で、アイヌの方たちの集会が開かれました。どんな集会だったかというとですね、杉田水脈議員を非難する集会というのが開かれました。で、ご存知のように、杉田水脈さんは、在日コリアンやアイヌの人たちがですね、ちょっと前のことなんですけども、国連にちゃんとした手続きにのっとってですね、日本は人権侵害国家だっていうことを訴えに行ったんです。で、その人たちに対して、コスプレおばさんとかですね、人権侵害に当たるようなことを、ツイッターやその他の、SNS に載っけてですね、札幌法務局よりですね、人権侵害だというふうに認定されたんです。ところが、それでもまだ、そういう人権侵害発言をですね、続けていてですね、で、その杉田さんが、アイヌや在日コリアンの人たちに何と言ったかっていうと、彼らは特権を持っていてですね、これは特権ではありません。日本政府が、その人たちの権利を奪ったので、本当にひどい状況の中ですね、いろんな、救済措置があるということが、その実態なんですけども、その救済措置に対してですね、公金中中とかって言ったんですね。つまり、そういう、なんていうかな、虐げられてる人たちが税金を、勝手に吸い上げてるんだ。で、今回その杉田水脈さんが裏金議員の一人だったことが分かったわけです。これが日本の政治の実態です。もうなんていうかな、本末転倒、誰が本当で誰が嘘つきかっていうことをですね、しっかり考えて、この政治をどう変えていくかということをですね、本当に真剣に取り組まなくちゃいけない時代に来たと思います。で、今日はここにお集まりの皆さんはですね、前回よりも多かったってちらっと聞いたんで少し嬉しく、なったんですけども、さらにですね、SNS を通してですね、この集会のことを聞いてらっしゃる方もいっぱいいると思います。で、ここに来れない方たちもですね、皆さんこういう話を聞きながらですね、どういうふうに政治を選んだらいいか考えてください。それからメディアの方もいらっしゃいます。メディアの方もですね、どんどん反自民キャンペーンやってください。日本のメディアはそういうことをやらないです。で、トランプがですね、前の選挙の時に、ニューヨークタイムズは反トランプのキャンペーンを張りました。なんでかっていうと、ニューヨークタイムズの考え方にトランプの考え方が合わなかったから。で、皆さんも政治は中立ではありません。どのポジションで考えるかってことがとても大事な、ことになります。で、その意味では、政治に向き合う、あるいは政権を批判することが怖いことではなくてですね、当然の権利です。こうしたものを実現できる社会を作っていきたいと思います。皆さんも周りの人たちにまた、今日の話をですね、お伝えいただきたいと思います。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。上村秀明さんでした。続いて、
コールに入りたいと思いますが、今ちょうど、配信を見てくださっている方が、同時視聴数で1000人を、超えているようです。この場にいる人も、配信を見ている方も、ぜひ一緒に声を上げていただければと思います。それでは、コール、あやこさんお願いします。これいきます。裏金作る政治家いらない。脱税ばっかの政治家いらない。パーティーばっかの政治家いらない。裏金説明した気になるな。裏金説明した気になるな。説明責任しっかり果たせ。説明責任しっかり果たせ。裏金政権予算作るな。脱税しながら予算作るな。説明できずに予算作るな。脱税しながら増税するな。増税しながら脱税するな。予算の強行採決するな。予算の強行採決するな。市民に嘘つく政治家いらない。人権守らぬ政治はいらない。ヘイトを振りまく政治家いらない。虐殺無視する政治はいらない。大軍拡する政治はいらない。原発進める政治もいらない。好き繰り返する政治もいらない。万博進める政治もいらない。沖縄無視する政治もいらない。被災地無視する政治もいらない。性差別をする政治家いらない。世襲ばっかの政治もいらない。おじさんばっかの政治もいらない。うちらは見てるぞ。うちらは見てるぞ。うちらをなめんな。市民をなめんな。未来を守る政治が欲しい。市民を守る政治が欲しい。子供を守る政治が欲しい。お金にくらまぬ政治が欲しい。声聞いてくれる政治が欲しい。声聞いてくれる政治が欲しい。政権変えよう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 。さよなら自民。さよなら自民。
がとうございます。ごめんなさい、何度もすいません。歩道を確保に、ご協力ください。特に舞台の左側が左側の道が狭いので、ちょっと確保が難しいかもしれないんですけど、テープ貼られちゃうかもしれないので、もしよかったら、前の方、太鼓とかが出てるところ、真ん中さえ開けてくれれば、前の方に座っていただいて全く構いませんので、ちょっと来ていただいて、後ろ側に立ちたい人が入れたりするように、ちょっと当てていただければと思います。舞台の向かって右側も空いてるみたいなので、移動できる方は、移動を協力お願いします。はい、では次スピーチ進めていきます。クリエイティブディレクターの辻麻子さんです。お願いします。皆さんこんにちは、アルカという会社をやっております辻と申します。私生まれが1995年なんですね。今28歳です。失われた30年という言葉、皆さん聞いたことがあるかと思いますが、28歳なんで生まれてこの方ずっと失われ続けてるんですね。そういう世代から見ると奨学金も返さなきゃって思う人たちもいますし、2000万貯金なんていうのもよく言われますし、あとは物価高に円安もそうですし、最近なんかは若い人たち海外に出稼ぎに行った方が稼げるんじゃないかという声もあって、そんな YouTube の配信している若者たちも増えてきています。本当に日本の若者たち、もう未来に希望あるんだろうかと、日々の生活でいっぱいいっぱいなんだがというところなのにもかかわらず、やれ子供は産めだのなんだのかんだの言われると、でしかも税金もあり、でも税金を納めることで福祉もそうですし、社会の誰かが助かるなら、いざ自分が病気をした時に自分に返ってくるならと思いながら、みんな納税を一生懸命足りないお金の中からやっているわけです。にもかかわらず、1989年リクルート事件というものがありましたね。私生まれる前なんですが、もちろん歴史の出来事で今の日本はまだああいうことがあって生み出しがあって変わってきたんだろうなと思っていた最中、当時のリクルート事件の時にこんな言葉がありました。政治は国民のものだと、当たり前のことっちゃ当たり前のことなんですけど、当時そんな言葉が改めて叫ばなければいけないような状況にあったと。今どうでしょうか。国民のものになっているでしょうか。私たち今みんな納税するためにもう面倒くさい手続きいっぱいやってると思います。インボイスもあって、もうでも仕方ない、決まったことだしやらなきゃと思いながらやってる人たちいっぱいいると思います。国会議員の皆さんどうでしょうか。4000万でお咎めなし、税金を納めるお金4000万以上を超えている人たちが今の日本にどれだけいるんでしょうか。もうとんでもない特権だなと思います。でよく政治のトピックだと、右の人もいたり左の人もいたり、いろんな政治思想の人がいると、このトピックは賛成反対いろいろあると思います。ただ裏金の話、そういう問題じゃないですよね。右とか左とか関係ない。全員国民は一致団結して、これは裏金を作っている政治家対国民の構図に持っていかなければいけない問題だと思います。細かい思想云々の話ではない、今それだけ大きな問題になっていることだと思います。個人的にすごく問題だなと特に思うのは、今政倫審の話問題になっているかと思いますが、誰が出てくるだの出てこないだの、この人が出るなら僕が出るとか、もっと小学生じゃないんだからさと思いながらニュースを追っかけていましたが、いわゆる裏金に関わったと言われる政治家86人いると言われてるんですね。86人ですよ。今たった今日5人話す話さないで総理大臣まで出てきてってやってますけど、たった5人ですよ。息を潜めてる人たちが残り81人いるということになります。この人たちきっと私たちが黙っていれば忘れるだろうと、喉元過ぎればと思っているんだと思います。私たち忘れませんよ。決して一人一人全員残さず説明していただきたい、その言葉をずっと言い続けていきたいと思います。そしてちょっと細かいところになりますが、さらに個人的モヤモヤポイントを列挙して終わりたいと思います。経団連の献金額、自民党に24.3億円していると言われています。とてつもない金額です。これ経団連おかしいんじゃないかと思われると思いますが、かつて
そんな経団連も進んでお金を出しているかというと、実はそうでもないんじゃないかと思うところがあって、かつて一回経団連がちょっとお金を出し渋った時があったんですね。献金を出し渋ったという時に、新経連に自民党は、じゃあ君たちに権限を渡すよというところで、くら替えをしたことがありました。お金一見持ってると思われている、経団連もすごい牽制の極みなので、それはそれでどうかと思うところはいろいろありますが、経団連側もお金を出す側も出さないといけない状況に追い込まれていると、これ本当にフェアな政治なんでしょうかということも問いかけていきたいと思います。振り返ってみると、盛りかけもあり、オリパラ汚職事件もあり、贈収賄1億9800万円と、本当に巨額です。官房機密費も年10億円のブラックボックスになっております。大阪万博も国費負担1647億円。もう規模が大きすぎてちょっとピンときません。インボイスもあります。防衛増税もあります。健康保険法の改正もあって、高齢者の方々保険料が値上げになる可能性があります。あまりにも国会議員の方々と私たち市民の生活、乖離がありすぎます。改めて申し上げます。政治は誰のためにあるんでしょうか。この国は誰のためにあるんでしょうか。それは私たち国民のものです。引き続き一緒に声を上げていきましょう。ありがとうございました。辻朝子さんでした。続いて弁護士の太田恵子さんです。お願いします。こんばんは。神奈川県で弁護士をしております太田恵子と申します。私は離婚事件の取り扱いが多いので、女性、とりわけ母子家庭の極度の貧困っていうのを日々目にしています。で、この人たちの苦しい状況っていうのは、もっぱら女性に無償ケア労働を偏らせ、性差別構造を温存してきたそういう社会の産物なんですよね。で、そういう社会を作ってきたのは長く続いてきた自民党政治です。世界経済フォーラムのジェンダーギャップ指数、日本がずっと下位常連は有名ですよね。2023年には146カ国中125位でした。でも実はもしも1980年代ぐらいにジェンダーギャップ指数を調べていたらば、日本の順位はもっと高かったはずなんですね。なんでかっていうと、他の国の性別差別がやっぱりひどかったからです。例えば1985年、アメリカもイギリスもドイツもフランスも国会議員の女性割合は今の日本よりも低かったんですよ。1割いなかった。ところがこの30年ぐらいで女性制度をどんどん増やしてきて、まだ半分には至ってないけれども、首相もいるし、副大統領もいますよね。でも日本はずっと横ばい。特に日本は性差別解消のスピードがあまりにも遅すぎる。日本は性差別のせいで衰退し、沈没している、そういう状態にあると思います。日本に足りないのは、本気で性差別を解消しようという政治の意思と、その邪魔をしようというバックラッシュで戦う力なんですよね。過去日本にも、実は、より性差別がない社会にアップデートするという機運はあったわけです。例えば、1996年には、法制審議会が選択的夫婦別姓を盛り込む答申を出しました。1996年っていうのは、さっきお話した辻さんが1歳の時ですね。1歳の辻さんがこんな大人の女性になるまで、選択的夫婦別姓手なざらしですよ。1999年には男女差別基本法ができた。ところが、2000年代前半ぐらいからの強いバックラッシュの動きですね。で、この性差別をどうしても解消したくない、そういうバックラッシュに、いわゆる宗教右派のその動きがあって、で、それに支えられた自民党の政治家たちが、ジェンダー政策の発展を阻害してきたんじゃないかと、そういう私たちがもっと警戒して怒らないといけなかったし、これからもそういうバックラッシュをみんなでもっともっと押し返していかないといけないと思うんですよね。で、ぜひですね、バックラッシュの話をしたこの流れで、共同親権の危険性を話しさせてください。で、この通常国会で、これからです。これから閣議決定で、離婚後共同親権導入する法案が出てくる可能性が高いです。で、皆さんにお願いがあります。ぜひですね、今このタイミングで国会議員に声を届けてほしいんです。共同親権導入の法案を出すな、通すな、そういう声を一つでも多く国会議員に届けてください。スマホからもファックスが送れますね。で、共同親権何が問題かいろいろありますけれども、一番問題なのは、危ないのは DV の被害者が加害者から逃げられなくなって死人が出る事態が絶対に増えます。もう絶対増える。例えばね、離婚後に子供がどこに住むかっていうことを父母を一人では決められない、二人でないと決められないんです。
で、今日本の DV 被害者っていうのは逃げることしかできないんですよ。加害者を追い出すことできない。その逃げることが抑制されてしまうんですね。で、こういう共同親権制度を導入しようっていうのは、明らかにミソジニーなバックラッシュです。今もあんまり時間ないんですけども、お手元のスマホでぜひですね、このハッシュタグで、このストップ共同親権、ちょっと待って共同親権、こういうハッシュタグでぜひ検索をしてください。で、憲法24条2項ってありますよね。家族に関する法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して制定されねばならない。でもこの共同親権導入は、この憲法24条の理念に反します。本来もっと家族の中での個人の尊厳と平等の実現のために、もっともっと税金を使うべきなのに、去年税金を使わない政治で、他方において共同親権法案をゴリゴリと押してきている安倍派の自民党議員とかね、いるんですよ。すごい金額の裏金を作っている。で、それなのに平然と議員を続けて、共同親権なんか作ろうとしている。もうとんでもないですよね。でもこういう問題がある議員は一掃して、新しくジェンダー平等な社会、あらゆるマイノリティの声が聞かれる社会、弱い個人の尊厳が尊重される社会、そういう社会を作れるように、政治は諦めないで頑張っていきましょう。太田恵子さんでした。ありがとうございます。今、こちらにも人がどんどん集まってきていて、配信を見ている人も1500名を超えているようです。また行動して、この場を盛り上げていきましょう。じゃあ、お願いします。皆さん、今、国会の中では、議員たちが、まだ、本会議ですかね、本会議で合ってますか？本会議で、頑張っているそうです。で、私たちは、ここで、やっぱり議員たちを応援しなきゃいけない立場でもあると思うので、皆さん国会に向かってですね、コールをして、声を出していきたいと思います。はい。で、私実はここに立つのは生まれて初めてで少し緊張してるんですけど、ちょっとこんな裏金ね、の問題の中で予算を強行採決しようなんて本当に許せない。その思いでちょっとコールにチャレンジしてみたいと思います。皆さん一緒に変わりましょう。裏金作る政治家いらない。脱税ばっかの政治家いらない。説明できない政治家いらない。パーティーばっかの政治家いらない。裏金政権予算作るな。裏金政権予算作るな。予算の採決強行するな。脱税しながら予算作るな。汚職にまみれた政府はいらない。人権守らぬ政府はいらない。うちらに嘘つく政府はいらない。カルトとべったり政治家いらない。増税ばっかの政府はいらない。文革進める政府はいらない。戦争したがる政府もいらない。虐殺無視する政府はいらない。市民は見てるぞ。うちらは見てるぞ。政府が見てるぞ。うちらは見てるぞ。岸田内閣今すぐ退陣。岸田内閣今すぐ退陣。野党は頑張れ。野党は頑張れ。さよなら自民。さよなら自民。政権変えよう。政権変えよう。政
りがとうございます。さて、ここからオープンマイクの時間にしたいと思います。オープンマイクは、今この場にいる人たちが、この場で喋る時間です。で、一言でも構いません。ここで自民党をやめろと叫ぶだけでもいいです。この舞台に立たなくても構いません。この横とかで喋っていただいても大丈夫です。カジュアルに、一言言い続ける人がたくさん並ぶとかでもいいので、ちょっとでも、喋ってみたい、みんなの前で、ちょっと自分の言いたいことがあるっていう人は、ぜひ気軽に、前に集まっていただけたら嬉しいです。また、ちょっと案内になるんですが、このデモを一緒に運営をしてくれる、ボランティアのスタッフを、募集してます。運営ちょっと人が足りてないところとかもあるので、もし興味がある方は、この QR コードを読み込んでいただければ、案内ができますので、そのカードを持っている近くの人とかに声をかけてみてください。デモが終わった後も、こちら見えるようにしておきます。じゃあ、オープンマイク、我こそはという方、前に集まってきていただければと思いますが、名乗ったりしなくても大丈夫ですから、じゃあ、こちら、皆さんこんばんは。体系的なスピーチはできないんですけど、なぜ今日私がこの場に来たかということをお話しできたらと思います。私は学生の時に台湾と韓国に1年ずつぐらいいたことがあって、以前ここでスピーチしてくれた人が質のいい民主主義のお話をされていたんですけど、まさにこの2つの地域は日本とは比べ物にならないぐらい質のいい高度な民主主義を持ち、それが社会や人々に根付いているなということを感じました。選挙のたびに政権交代をする期待感とか劇場があって、しかもそれを市民が戦略的に選択していくような風土があると感じました。それはやはり日本と違って人々が自分たちの手で民主主義を勝ち取った歴史があるからではないかと思います。特に私は日本、台湾、韓国、そして沖縄などで日本の植民地主義の問題を勉強して、同時に台湾、韓国、香港、沖縄なので、その社会や人々に根付いている民主主義や、市民と市民社会の持つ力を学びました。その結果、なぜ日本は長く自民党が政権を握り、裏金問題のような不誠実なことをしても、政権の座に居座り続けることができるのかと疑問に思うようになりましたし、私たち市民一人一人が声を上げていかないといけないと思いました。日本社会に絶望しがちな私ですが、韓国が民主化した時代に運動した人々から、日本の市民社会が韓国の民主化運動にいかに連帯してくれたか、支援してくれたか、私たちは絶対に忘れないという言葉をかけてもらって、それが私の勇気になっています。先ほどスピーチした上村秀明さんは私の大学院時代の恩師の一人です。40年以上ずっと先住民族の人権問題に取り組んできた人です。私はいろんな人々から影響を受けて今日この国会前に来ました。また今日のスピーチや皆さんと一緒に声を上げたことにさらにたくさんのことを学び、エンパワーメントされた気がします。絶対政権交代したいし、いい社会を作りたいので、これからも声を上げ続けていきたいと思います。ありがとうございました。スピーチを考えている方は、舞台に向かって右側に、していただければと思います。はい、じゃあ、話されて。こんばんは。今日初めてこのデモに参加させてもらいました。とっても楽しみです。はい。もう最近本当にひどいですよね。もう日々
ニュース見てても、ツイッター見てても、なんか本当に虐殺をこう黙認してしまったりとか、本当にみんなの暮らしを壊すような法改正ばっかり通しちゃって、本当何のための政治なのかなっていうふうに日々感じています。本当に、政治家の人って、もうなんか、両親とか、自民党の人ってどこ行っちゃったのかなとか、いうふうに思います。はい。本当に両親に従って、本当暮らしを守る、国民の暮らしを守るっていうことを政治家の皆さんにはしてもらいたいと思います。はい、今日はありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ身長差があってすいません。先ほどまで外務省で発声練習をしていたんで、話の流れがよくわからないまま立っています。ただ、私が本当に言いたいのは、政治に意見をもっと出せる社会、政治のことをもっと学べる社会、子供たちが小学校の頃から自分たちの社会をこうしたいと言って、大人がきちんと聞く、そういう社会にしたいと思うし、それを自民党は実現できない。みんなわかってますよね。何かと言ったら、裏金。懐に抑えた金で自分たちの本を買い漁って、世論をコントロールし、結局、何にもない、何も変わらないと思わせて、自分たちの懐を肥やす政治家、そういう奴らはいりますか？しれっと私たちに知らないうちに憲法を変えそうな奴、いりますか？戦争反対、人権を守れ、そういう普通の声を聞かない政治家はいりますか？さようなら自民党政治。ありがとうございました。ありがとうございます。こんばんは。元気ですか？皆さん元気にやってます？元気だからデモ来てるんだよね。でも生活削りながらデモ来てたらさ、もう疲れちゃうよね。もううんざりしてるよね、みんなね。私はもう裏金のこともマジで許せないんだけれども、もっと前からすごい許せないこといっぱいあって、でも本当に一個一個マジで忘れてやんねえからって思ってんだけど、あまりにも多すぎてもう忘れそうだろねえ。だからみんなでちょっと一個ずつ思い出していきません？今あと2分時間があるんで、2分思い出せる限りマジでこれ許せない、あれ許せない、みんなでちょっとピックアップしていきませんか？森友問題許せなかった人、赤木雅子さんに対してものすごく不誠実な態度をずっと続けてることを許せない人、水道民営化やられたことマジで未だに許せないっていう人、こんなにいっぱいいるよね。まだまだあるよね。まだまだあと何ある？原発再稼働を全然許せない人いるよね、いっぱい。消費税増税許せないよね。消費税増税許せないってことはインボイスも絶対許せないよね。許せないよね、全然。あとはいっぱいあるよね。まだ出てくるよね。保険料増税許せないよね。っていうかマイナンバー全然許せなくない？なんで決めたしって感じだよね。残り30秒、あとある？まだ出てくるよね、絶対。っていうか国葬あれマジ許せないと思わない？何にも今まで出てきたたったこれだけの時間でこれだけ出てきたけど、でもこれ今まで言った中でちゃんと議論を通して民主主義国家っぽく決まったことって一つでもありました？ないよね。そんな政治マジでうちらで選挙で落としまくって掃除してって日本もうちょっと綺麗にしていきましょう。だ
だからさようなら野党もそうだけど、こんにちは野党だよね。あ、ごめんなさい、さようなら自民党ですね。ごめんなさい。さようなら自民党で、こんにちは野党でいきましょう。こんにちは野党。こんにちは野党。ありがとうございました。こんばんは。私は大学生の時にここに来たことがあります。ちょっと皆さんのコールとかで涙で鼻声ですいません。2014年かな。2014年自民党やめろ、退陣みたいなここにでっかいのがあって安保法制反対デモに来ました。今日と同じく一人で来ました。プラカードを雨の降る中、30分で作ってきました。政治家、仕事しろって書きました。実は私も先ほど話した辻さんと同じ95年生まれです。失われ続けてきた30年にぽっかり入っています。いつか浮上するんだろうなと思ったけど、一度も若者に夢を見させてくれない政治、もうお別れしたいと思います。前に来た時も一人で心細かったですけど、今日もすごいたくさんの人がいて、道を埋め尽くしているのを見て、すごく勇気をもらってます。このままもっと多くの人を巻き込んで、いろんな人に声かけて、もっと自分たちを見てくれる政治作っていきましょう。ありがとうございました。ありがとうございます。皆様、こんにちは。自民党が大嫌いなクヤの一人として、ここへ来ました。ありがとうございます。まず私が言いたいことは、自民党、差別をやめなさいということです。一体、どんだけ差別をしたらね、気が済むんでしょうかね。女性差別から始まり、LGBTQ 差別、いろんな民族の差別、もう差別発言多すぎます。最近も自民党の誰でしたっけね、郷に入りは郷に従えでお国へ帰りなさいとか言ったね、ひどい人がいました。ものを知らなすぎる。クルディスタンなんて国はないんですよ。クルド人の方が、1500人ぐらい蕨市にいるわけですが、様々な理由があって、迫害されてきてるわけで、どの口が国へ帰りなさいとか、ひどすぎる。ね。ありとあらゆる差別を自民党はやめなさい。以上です。ありがとうございます。あと、パレスチナ解放も。ありがとうございます。じゃあ次。こんばんは。やってますか？コムアイと申します。音楽をしたり、おしゃべりをしたり、芝居をしたりしております。が今日は、市民の一人として来ました。でパートナーの大滝美とベビーです。生後7ヶ月。多分最年少の参加者ですね。まあ何も将来覚えてないと思うんですけど、
後でね、大きくなったら写真を。まあでも子供が生まれたっていうことで、より、やっぱ、ちゃんと怒って変えていかないと、なんか自分がもっと年取った時に、あの時私何もしてなかったなっていうのは、なんか自分でダサいなって思うし、子供のためになんか何もしてなかったなって、まあ思っちゃうなと思って、そうですね、さらになんか頑張っていこうっていう気持ちになりました。まあ、自民党がクソな理由はもう皆さんが話してくれてるので、私はちょっと違う目線の話をしようと思うんですけど、まあ、こうやって、怒りを、なんていうのかな、集めて、で、こう私たち来てるじゃないですか。で、それを楽しむっていうことができるんだなっていう。なんかそれがすごい今日感動してて、で、それが多分活動を続けていくために一番大事なことだと思います。なので、私たちもっと怒りながら、こうやって集まることを楽しんでいきましょう。で、始まる30分前ぐらいに思いついて、私天才かもしれないって今日思ったんですけど、ちょっとこれ見てもらえますか。顔はめ、今日顔はめを作ってみました。3人で一緒に作りました。赤ちゃんも一緒にね、手伝ってくれたよね。これよかったら後で回してください。勝手に写真撮ってください。パクっても全然いいんで。よろしく。一応一回コールしたいな。みんなの声聞いていいよ、私も。さようなら自民党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 。ありがとう。あ、こんにちは。映像作家で文化人類学者の太田明美と言います。突然ここに立たせてもらうことになったので、ちょっと何か話すか全然決めてなかったんですけど、そうですね。本当に僕は、自民党嫌いです。もうずっと、本当にずっと嫌いでした。一回も自民党に入れたことありません。で、もう 3.11 が起きた時も、まあ、民主党でしたけど、その後、政権変わって、安倍が、いろいろ、福島アンダーコントロールとか言って、オリンピック招致したり、もう、ちょっと思い出せないですけど、あらゆる、自民党の、この国をダメにしていく政治を見てきました。あまりにそれに、まあ、慣れたわけじゃないですけど、あまりにそれが当たり前だったので、もう自民党に入れないということはもう自分の中で当たり前だったので、最近細かいニュースは正直追ってなかったんですが、今回の裏金問題ですとか、入管法の改悪ですとか、原発を再稼働したいとか、能登地震に対する、対応ですとか、あらゆるものに、我慢できなくなりまして、この子も生まれたことですし、この子が将来住んでもいいかなって思える国に、僕はしたいと思っているので、少しでもできることはこの子のためにやっていきたいというふうに決めました。まあそんなところです。本当にありがとうございます。頑張っていきましょう。ありがとうございます。次の方、あと2名くらいいらっしゃるので。ありがとうございます。すごい緊張してるのですぐ終わらせます。ちょっとさっきプラカードを書かせてもらいました。ありがとうございます。で、書いた後にちょっと私後悔して言いに来ました。殺すなって書けばよかったなと思って、さっきの共同親権の話とか、あと納税しなかったら永住権取り消しとか、この間、
外務大臣が虐殺じゃないって言ったとか、もうなんかとにかく人の命をバカにしすぎというか、金のために人の命をなくすな、殺すなってすごい毎日思ってます。で、多分ここに来てくれる人はそうやって一緒に怒ってくれる人なんだろうなと思って、いつもこう一人でスマホ見てるとすごいげんなりしちゃうんですけど、こうやってなんか、一緒に怒ってる人がいるんだなっていうのがすごく嬉しいなとも思うし、声上げてこうって思えるので、いつもありがとうございます。で、ちょっと皆さんの話を聞いてくれてありがとうございます。もう一個思い出したんですけど、私前に来た時、多分安保の時に来て、で、その時にやはり強行採決された後に、多分当時の首相が、多分国民怒ってますけどどうですかみたいなのに対して、喉元すぎれば暑さを忘れるんじゃないですかみたいなことを言ったと思ってて、私ずーっともうなんか根に持ってます。だからこれからもずーっと根に持ち続けていこうと思います。頑張りましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、次の方。ゆいって言います。今30代で、フリーでカメラマンやってます。なんかフリーで働いてると、本当に、毎日毎日が結構今しんどい状況です。だって、ただでさえ実質賃金が今下がりに下がってるところで、フリーランスの賃金が上がって安心して暮らせるなんていうのは、また夢のようなことだと思ってます。今そういうような政治を作り出しているのは間違いなく与党自民党の政治だと思ってます。で、そういうふうに多分僕よりももっと困ってる人もたくさんいるはず。そんな社会の中で今彼らがやってることっていうのは、僕らから集めた税金を金をちょろまかして、それでなかったことにしようとしてるんです。これに怒らずにいられる人がいるんでしょうか。もしも自民党と利害関係がある人でも、さすがに金をちょろまかすような人間を信用できるんですかね。今日いろんな人がもうたくさん言ってきたことだと思うんですけど、僕もそうです。まともな政治が欲しいです。まともな政治家が欲しいです。未だかつて、こんなに政治にまともさっていう当たり前のことを求めたことがあるでしょうか。僕90年に生まれて33歳。今までで一番ひどい政治が今行われていると思います。特にこの10年余りひどかった。その前、民主党政権も文句言いたいことはたくさんあったけど、でも、今よりマシだったと思います。で、震災があって、社会がやっぱり混乱して、そのどさくさで自民党がまた返り咲いてしまった。僕、やっぱりもうちょっと民主党に頑張ってもらって、その先の未来を見たかったです。これから皆さんと一緒にもっと良い社会、未来を見ていきたいです。だからやっぱり政治変えましょう。自民党政治にさよならしましょう。選挙に行きましょう。選挙で今金ちょろまかしてるような政治家、差別をするような政治家、そういったまともじゃない政治家を全員落としてまっとうな政治に変えましょう。以上です。ありがとうございます。こんばんは、作家になるルイです。よろしくお願いします。2015年の戦争法案に、支持率に影響されてデモに行くようになりました。あれから10年近く経っても政治は悪化をたどっていますが、こうして今、異例が続いて嬉しいです。コールをするので、
皆さんで繰り返してもらえないでしょうか。ありがとうございます。いきます。安倍はやめ、岸田はやめろ。岸田はやめろ。岸田はいらない。岸田はいらない。子供を守れ。子供を守れ。戦争法案絶対廃案。戦争法案絶対廃案。で、ここから私がちょっとフェミニズムに関心があって、オリジナルで混ぜたので、また繰り返してもらえると嬉しいです。じゃあ行きます。せーの。岸田はやめろ。岸田はいらない。リーダーシップない政治はいらない。女と子供の困る政治はいらない。女と子供の人権守れる政治はいらない。女の友情を壊す気持ちいらない。女の友情を壊す気持ちいらない。女の友情を壊す気持ちいらない。ありがとうございました。私はとても目立つのが苦手なんですが、社会を変えるためにこうして皆さんと一緒に集まれたことが嬉しいです。ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ最後のスピーカーの方、お願いします。どうもこんばんは。私は日本生まれ、日本育ちの外国人です。1996年生まれです。日本しか知りません。日本が大好きです。なのに知ってます？永住許可の取り消しの法案を進めています。今回の国会に出すそうです。故意に税金を未納や滞納、軽犯罪でも取り消しできるようにしたいそうです。私は永住権で日本に住んでます。人事じゃないです。選挙権もないし、話すことしかできないです。なので今日来ました。人権侵害を普通にしてくることが本当に悲しいです。選挙にみんなどうぞ行ってください。変えてください。お願いします。ありがとうございます。そうしましたら最後、またここコールでこのデモを締めたいと思います。じゃあお願いします。皆さん、もうこれで退陣させましょう。もっともっと大きい声でコールしていきましょう。いきます。裏金作る政治家いらない。裏金作る政治家いらない。裏金議員は全員出てこい。裏金議員は全員出てこい。裏金議員は全員出てこい。裏金説明した気になるな。裏金説明した気になるな。説明責任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 。裏金政権予算作るな。裏金政権予算作るな。脱税しながら予算決めるな。脱税しながら予算決めるな。
の強行採決するな。予算の強行採決するな。予算の強行採決するな。予算の強行採決するな。人権守らぬ政治はいらない。虐殺無視する政治はいらない。戦争したがる政治もいらない。付近理解する政治もいらない。原発進める政治もいらない。万博進める政治もいらない。お金にくらまぬ政治が欲しい。お金にくらまぬ政治が欲しい。未来を守る政治が欲しい。市民を守る政治が欲しい。声聞いてくれる政治が欲しい。声聞いてくれる政治が欲しい。市民は見てるぞ。うちらは見てるぞ。市民は見てるぞ。うちらは見てるぞ。裏金なかったことにはさせない。裏金なかったことにはさせない。岸田政権今すぐ退陣。政治しないなら今すぐ退陣。岸田政権今すぐ退陣。岸田政権今すぐ退陣。政権変えよう。政権変えよう。うちらで変えよう。うちらで変えよう。野党は頑張れ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 。さよなら自民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 。ここに集まった皆さん、また配信で見てくださっている方も今1800人を超えているようです。お疲れ様でした。今日のデモはこれで終わりますが、3月も引き続き続けていく予定です。X やインスタグラム等で情報を発信していくので、ぜひ見ていただければと思います。最初のスピーチで枝野さんも時間がかかると言っていました。追及には時間がかかるかもしれないですが、絶対に許さないという気持ちで続けていきましょう。案内になりますが、前の横断歩道は通らないで、後ろ側からお帰りになってください。気をつけてお帰りください。また、カンパを募集しております。近くにカンパボックスを持っている人がいたらよろしければご協力ください。また、運営を一緒に手伝ってくれる、スタッフも募集しています。ちょっとでも興味があるよっていう方は、いろんなボランティアがあって、例えばUD トークで、スピーチの書き起こしをしてくれるスタッフとか、あと遠方の、いろんなところで、来れない人とかとも一緒に連帯していけるように、そういうアイデアを出してくれる方とか、本当にいろんな、人が必要です。ですので、ちょっとでも興味がある方は声かけていただけたら嬉しいです。はい。それでは、お疲れ様でした。